こんなところで何をしているんですか？勤務時間中でしょう。二人とも今すぐ仕事に戻るように。それから君、搬入は彼に任せて、戻る前に僕を手伝ってくれませんか？午後から使う資料でして、先方が紙で用意してほしいと希望していて、誰かにコピーを頼もうと思ったんですが、ちょうどいい。君に頼みます。会議室まで一緒に来てください。さっきのあれは何なんですか？サンプル品の搬入なら一人でできるはずでしょ。なんであんなのと一緒にいたんですか？手伝ってくれた？台車を押すのを手伝ってもらってなんで壁際に追い詰められるんですか？まったく。勤務時間中に車内の廊下で壁ドンなんて。するやつもされるやつも初めて見ましたよ。それで、他に何されました？二人してあのポーズでただ見つめ合ってたわけじゃないでしょう。何か言われたりしたんじゃないんですか？へえ。好きですって言ってきたんですか。そんなことだと思いましたよ。どうもここ最近、あの男、君の近くでちょろちょろしてましたからね。うん。そうですね。君さ、今日で部署移動しましょう。明日から秘書課で僕の専属秘書の見習いです。後で辞令出しときますから。荷物をまとめて準備をしておくように。勝手で結構です。ここは僕の作った僕の会社で、僕の一声でどうとでもなるんですよ。誰にも文句は言わせません。明日から君は僕のそばで働いて、僕と結婚していることも公表します。以上。嫌ですときましたか。君さ、社長命令を何だと思ってるんですか？雇われの平に逆らう権利は最初からないんですよ。上からの指示は絶対なんです。それに、君の持ってる資格を見て異動に反対できる奴なんて、すでに秘書課にいる連中くらいでしょう。君の希望であの部署に入れてあげましたけど、君のスペック考えたら会社的には能力の無駄遣いなんですよ。社会人としてちゃんとやりたいのなら、死の子の言わずに秘書課に来て、僕のために尽くすことですね。別に、気に入らないならやめてもらったって構わないんですよ。ただ、うちを辞めたら外で働くのは一切禁止ですけどね。ご不満そうじゃないですか。まあ、ですが、これは最初に約束していたことでしょう。そもそも僕はね、君が外に出て働くことには最初から反対だったんですよ。予定では嫁に来た時点で、厳選した人間だけ周りに置いて大事に守るつもりでいたんです。それをああだこうだと理由をつけて、自分の親まで引っ張り出して僕を説得にかかって。まあ、君の誰の後ろ盾もない状態で、一人の普通の社会人としての経験を積みたいっていう気持ちは大事にしてあげたかったですし、3年だけでいいっていう話でもありましたし、僕のところなら、ある程度は目も届くはずってしぶしぶ許してあげたんですよ。それがどうですか。
歓迎会では素行の悪い男に持ち帰られそうになったり、取引先の男はストーカー化しそうになったり、今度は真っ昼間の車内で壁ドン好きの告白ときたもんですよ。入社してまだ半年も経ってないんですよ。さすがに僕だって我慢の限界ですよ。まったく、次から次へと男に言い寄られて。気が気じゃないんですよ。やめさせないで秘書課に移動だけでもありがたいと思ってほしいくらいです。うるさいですね。言ったでしょ。ここは僕が作った僕の会社なんです。この部屋だって使われていないときは、どう使おうと僕の自由なわけで、ドアは鍵をかけてあるし、誰も入ってこれないんです。これくらい、いいでしょう。ああ、プレゼンの話。あれはね、出任せ。僕が自ら出番なきゃいけないようなプレゼンは、うちの社内じゃやりませんよ。本当にさ。僕が君のお願いを何でもホイホイ聞いてしまうからこんなことになるんですよね。これもね、みんな君が可愛いからいけないんですよ。可愛くて優しくて、愛想が良くて、周りの雰囲気を良くして、かつ仕事も円滑に回す。そんな女の子、誰だって放っておかないでしょう。評判がいいのはとってもいいことですけど、世の中にはそれを自分に都合よく解釈して、あたかも自分にだけ向けられた愛情だって勘違いする輩がいるんです。君はまだ僕からのふわふわ甘くて優しい愛しか知らないんでしょうけど、この世には怖い愛っていうのも存在してるんですよ。僕は君にそんな愛は知ってほしくないんです。今のところ大事にはなってませんけど、何かあってからじゃ手遅れですから。君に近づいて、君に触れて、ふわふわのトロトロに包んでも許されるのは僕だけでしょう。僕以外の男を無警戒に近づけたり近づいたりしないためにもさ、君は僕のそばにいるのが一番安全なんです。それには秘書家が一番いいし、僕との関係も公表するのが間違いないんです。これだけ言っても納得いきませんか？僕だってさ、万が一君を誰かに取られそうだと思ったら、優しいだけじゃいられなくなるかもしれませんよ。大切にしているからこそ生まれる怒りは、手がつけられないかもしれませんね。大丈夫。これ以上は何もしませんよ。ここは会社ですし、今はまだ、そのくらいの我慢はできますからね。でも、この後あいつのいるところに戻すのは心配なので、やっぱり、
お守りくらいはつけておきましょうかね。つきましたね。これが一番わかりやすいかな。もしもそのキスマーク、この後絆創膏やコンシーラーで隠したりしたら、今夜はお仕置きが待ってますからね。見えたらどうしようって思いながら就業まで働くんですよ。ついさっきまでなかったのに突然ついてるんだ。目ざといやつなら相手は社内って気づくから余計なことはしなくなるでしょ。見られたくないんなら人に近寄られすぎないようにすればいいんじゃないんですか。あえて見せて男よけに活用するもよし、そこは君に任せます。じゃあ、そろそろ君は自分の仕事に戻るといい。お疲れ様。それじゃ。ちょっとやりすぎましたかね。うん。でもまあ、いいか。無事に彼女を秘書課に転属させられそうだし、これで勤務中は常に僕のそば。もう他の奴に一歩も近づかせないで済むかな。ん、もしもし。あ、君か。悪いですね。そっちに向かっていたんですが、途中でいろいろあって。ああ、あと、それでね、明日から僕の妻、秘書課に移動させるからそのつもりで。すみません、急で。ああ、でもあの子も了承済みだから心配ありませんよ。しばらくは君好きってことで頼みます。あと、それから、支社の方で営業補充してほしいって話がありましたよね。そこに推薦したい人物がいるんですよ。また島流しって、人聞きが悪いですね。能力に問題はないし、今本社にはいらない人物ですから、推薦するんです。適材適所ってやつですね。まあ、そう言わないでください。その愛のおかげでこの会社だってここまで大きくできたんです。あの子が僕の元にいる限り、この勢いは止まりませんから安心してください。ふん。愛妻か万歳でしょ。重くて結構。そのくらい僕はあの子のことが大好きなんですよ。そして多分、あの子もね。